どうもお待たせしました。こんばんは。こんにちは。おはようございます。ちゃんといけてますかね？マイク入ってる？入ってると思ってます。わかんないです。聞こえますか？あ、間違えた。ちょっと待って、危ない。音が流れてる。ごめんなさい。朝食って誰？みんなびっくりしたんちゃう今。ごめんなさい、ごめんなさい。もうややこしくて、わけ分かってない。違うって。何だっけ？ゆうちゃろう、ゆうたろう。こんばんは。声聞こえますか？大丈夫そうですか？聞こえてんかな？聞こえてると思います、多分。これで、もう、はい、OK。出ましたー。聞こえますか？ちゃんと音大丈夫ですかね？拾えてますかね？だいぶマックスでいっとこうかな。聞こえる？声の音量大丈夫そうですか？ということで、もう月1 YouTube ライブですよ、今回。5月度でございます。あ、ゆうちゃろさん痩せましたねって聞きますけど。そうあんまり変わってないと思う。わからん。体重測ってない。2人の鼻息まで聞こえますって。じゃあ大丈夫だよ。多分ピークってなってんのはめっちゃうるさいんかな。多分うるさいと思う。もうちょっと音量下げましょうか。さっきぐらいでよかったんちゃう？拾うで結構。マイクって。多分これ大丈夫。ピークっていうとこが光ったらうるさいってことやから。うん。これぐらいでいいでしょう。みんな大丈夫って言ってますんで、ありがとうございます。マイクチェック終わりです。今日はですね、もう特にテーマは決めておりません。ありがとうございます。ゆうちゃろさんがマクドナルドを買ってきてくれました。あ、海外の人もいる。Hello Japan! Hello! Thank you! ゆうちゃろまた寝起きかって言われてんで。寝起きでー寝てましたね。うん。今日はお昼に仕事で夜はないので生配信見れますということでね、皆さん自由に、この配信見ていってください。で、アーカイブでね、見てくれてる方もありがとうございます。どうする？森田さん、髪をセットしたのね。はい、セットしました。下手くそですけど、今日。なんかね、なんで笑うの？じゃあ、ブー太郎って、はい、髪の毛セットすればいいねんけど、髪の毛セットしたらセットしっぱなしの状態で降りてくるんよ。忙しいからな。で、びっくりしたよ。さっきもさ、電気ついてるわと思って消しに行こうと思ったら、ワックス蓋パッカーン切っぱなしで。マジでワックス開いてた？なんか白の、なんかようわからへん、なんか変な、これぐらいのなんか容器みたいなのがあってるけど、それの、なんか、蓋が下に転がっとって、自分包帯が落ちてんのかなと思って、なんか見たら、なんかキャップみたいなやつやって。時間に追われてるんですよ。大体そうじゃない？大体そう。この10年一緒におって大体そう。マジで？うん。ワックスカッピカッピになるのが、ああ、そういうことなんやっていうのが。大体そう。なんかに追われてるのかな。追われてんのかな。なんかほんま事件現場みたいになってるもん。またお見せしたいですね。ということでさ、皆さん、はい。乾杯。ゆうちゃろさんも乾杯。はい。KP、皆さんも何か持ってね、この配信をラジオ感覚でここも楽しんでいただけたらと思います。でもさ、またちょっとお知らせしといていい？ブー太郎の秘密基地について。皆さん、ブー太郎の個人チャンネルできましたので、毎日更新中なので、ぜひね、見に来てください。概要欄に URL 貼ってますって言いたかったんですけど、まだ貼ってないです。ブー太郎の秘密基地って検索してもらったら YouTube で出てくるので、ぜひ、昨日はラジオをやったのでね、ラジオ風か、やったので、ぜひよろしくお願いします。なんかもう本当にブログみたいな、もう何の意味もない動画を更新してますので、何の意味もないはちょっと語弊があるか。意味はあるんですけど、特になんかこう、狙った企画とかもしてるわけじゃなく、なんかもう、ありのままをさらけ出してるというか、まあでも昨日とかはちょっと視聴者さんのね、質問とかお悩み相談とか、まあいろいろ答えたりもして、あと水曜日は歌ってみたも更新していくので、よろしくお願いします。ありがとうございます。毎晩楽しみにしてるよとかね、フォローしたよって言ってくれてる人もいます。
ありがとうございます。毎日朝の準備しながら見てくれたりとか、ほら、ブー太郎のブログも意外と、ね、捨てたもんじゃないっしょ。何別にそんなん言ってないけど。本当に言われたで。誰が見るねそんなん日常ブー太郎の日常なんて、誰が見るねとかって。すごいな。言われた。覚えたね。いつもあんたにな、バカにされる。でもさ、この間面白かったのが、サムネイル撮ってたわけ。それこそこの間、コーダクニちゃんのエニータイム歌ってみた動画を、こうさ、マイク越しにサムネイル撮るの忘れてて。で、そこで、なんか昔使ってたゲーム配信の時に使ってたマイクがあったから、それ持ってなんとなく撮ればいいやと思って、そこのさ、向こうの黒い机のところでずっとなんかさ、わかるもう、自撮りやからさ、すごいなんかこうじゃない、ああじゃないみたいな感じで、なんかずっと試行錯誤しながら何回もカシャ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 って撮ってたよ。で、ふとなんか、ゆうちろこの今おる場所に座っててさ、なんかクス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 なんかちょっと聞こえるなと思ったらさ、こっち見ながらめっちゃ笑っとってるな。目合ってしまって、こうなんかすごいこう、なんかこう、決め顔してる瞬間にこう、向こうの机をチラって何気なく見たら、ゆうちろと笑ってるゆうちろと目があって、なんか大爆笑しちゃうな。キモすぎてかって。何やってんねやろこの人ともね。なんかそれ以外もなかった最近なんかで。何やったかな。もうなんか慣れた。なんかすごいことをしてるシーンになんかこうゆうちゃんに冷静な目で見られて、ふうたらはすごいこうなんかもう痛いことをしてるっていう日常があってんけどな。何やったかな。とりあえずこの間のサムネが恥ずかしかったっていう。大体そんなもんや。ね。個人頑張りすぎるとゆうちゃろさん寂しくて嫉妬しないっていう心配来てますけど。全然。これが現実やってみんな。もう心配いらないんで。だってもう基本あれやもんな。二人の時間ってそんなにさ、一緒やから、もう安心しきってるから、それぞれの時間が多いんですよ、普段から。ゆうちゃろは好きな動画見てるし、もう仕事なんか帰ってきたら、ほぼほぼコミュニケーションないもんね。仕事場でコミュニケーション取ってるもんな。だからね、みんな心配いらないですよ。うーたろが何もしなかったら寝腐ってるだけなんで、逆に今いい生活を送れてるって感じよな。だからさ、YouTube、それこそこの UV カップルの動画の編集もさ、ちょっと頑張ろうかなって気になってくるね。なるほど。この個人チャンネルと向き合ってたら。まあちょうどいいわと思って。でだからみんなプラスにしか動いてないんで、ゆうちゃろが嫉妬するとかないっしょ。じゃあ。で、今日もさ、今日用の動画をもう昼間に撮っとこうと思って、個人チャンネル用の動画を。お昼にパン買ってきて、あわよくばゆうちゃろ出てくれるかなと思ったけど、そーっと隣のソファーに逃げられました。だからまあ、今日はまたしょうもない動画上がるんでね、個人チャンネルの方でもまた見てもらえたらなと思います。まあ、ここはね、2人のチャンネルで2人の思い出を重ねていくので2人の話をしましょう。個人チャンネルの話はもう終わりましょう。2人は YouTube 始めようと思ったきっかけって何だったんですかって。何やったの？何やったの？自分始めようと思ってない。そも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 確かにウータロが言い出したんでね。そう。いやなんかね、それこそ付き合ったら何年目ぐらい、2年目ぐらいで始めたのかな。多分そうちゃう？そのゲームチャンネルをよく見てたんですよ、ウータロってよく。あ、そうなん。ゲームチャンネル見てた。ゲームチャンネル見てた。でまだあんまり配信者とかそんなにいない時代なんよ。だからはじめ社長とかぐらい、ああいうなんかもう初代の人が YouTube やっとって、あんまりそういうなんかなんていうの、ゲームとか関係ないやつは見てなかったね、全然。で、その当時ブトロがさ、FFB じゃなくて FFRK っていうゲームをやっとって。やってた。そう。そう。で、ガチャガチャのなんかそういう動画とかが流行ってたの。こう10連ガチャ回してみたとか、ああいうのがすごいブトロみんな好きで。
で、顔出しでさ、こうゲーム画面を横につけて、こう顔出ししてる人の姿をずっと見て、なんか面白そうやなと思って、もともとブータオってさ、目立ちたがり屋で生まれてきたよ、この世の中に。うん。歌手になりたい時代もあったし、表舞台にも出たい。ってなった時に、めちゃくちゃ YouTube ってもう最高やんみたいな。ブータロちょっとやってみたいと思ってんけど、でもどうせやるんやったら、ゆうちゃろと一緒にやりたいなと思って。で、お金も稼げるやん。汚い話すると。なんかその、収益化できるみたいな。もう好きなことできて、お金も稼げて、みたいな。こんないいことってあると思って、もう、始めるなら、もう今や早い段階がいいと思って、ゆうちゃろうに相談して、んじゃ意外と、OK みたいなの。最初はあんまりやったかな。みたいな感じやったけど、なんかそんなになんかめちゃくちゃ嫌そうでもなくて。その時間帯教えてほしい。それを言い始めた時間帯。時間帯深夜。覚えてる？ちゃんめっちゃ大型連休の時の最年末年末年末の、ゆりちゃんはい大晦日か。の休みの一番最終日のもう昼夜逆転して次の日もオールで仕事行かなあかんぐらいな、ほんまに深夜3、4時とかに急になんかそれ言い始めて、で、もう目バッキバキやからさ、そうそうそう。寝られへんし、ね、またそんなこと考えてるから余計にテンション上がって寝られへんし、そうなんですよ。状態でな、だから急に言う時だからと思って。もう本当にさ、休日を無駄にしててん、あの時代って。無駄にはしてないけどな。ずっと寝てたやん。もう、夜型。もう深夜にこう、好きななんか動画とか見て。で、日がこう、昇ってきたら、睡眠とってもう昼とか夕方ぐらいまで下手したらさ、寝てみたいな。いや、このままじゃダメだなっていう自分もいたわけよ。で、もうやってみようということで相談したら OK ということだったので、ゲームチャンネルから始めたっていう。実写チャンネルとかやりたいとは思ってたけど、めっちゃ遅かったもんね、始めるの。こうやってカップルチャンネルとして確かに。やり出したのって。で、それもなんでやろうと思ったかっていうと、ベタのもともとその FFB でやってたけど、もう途中で配信やめちゃって、でもなんかもったいないなぁ、今まで見てくれた人もたくさんね、いたのにとか思って、なんか悠々白書のゲームを一人でやり出すのよ。でもそれもなんか途中でやめて。なんか、やっとったやろ一人でなんか変な包帯持ってきてなんかさ、コスプレみたいなのしたりさ、ようなんか好きやなと思ったほんまに。ヒエとかクラマのモノマネとかしたりとかして、なんか一人でやってたんですよ。でもそのゲームもなんかもう飽きてきちゃって、もうなんかやめようってなった時に、また何日か空いたのかな何ヶ月か。で、ゆうちゃろうが、なんかね、職場の後輩くんと仲良かって、結構泊まりに行ったり、豚が一人になることが多かったんですよ、家で。で、なんかこの一人なんか活用できひんかなと思った時に、ちょうど豚のハロプロがその時めちゃくちゃ、今も好きやけど、結構ピークで再ブームが来てたよ。昔、後藤真希ちゃんとかのラブマシーンぐらい。あの時が第一ブームやってんけど、徐々にこう好きがフェードアウトしててさ。でもそれがなんか何十年後かに、もうハロプロ、今のハロプロかっこいいやん、未だにと思って。昔と違ういい味があるわと思って。すごいハマってて、それやったらなんかハロプロについて語る動画出しちゃおうみたいな。でついでになんかもうなんか自分の好きなことする動画、個人チャンネルとしてやっていこうかと思って、であわよくばゆうちゃろうにも出てほしいなと思って、なんかお願いしたら、なんかゆうちゃろうをどんどん連れ回すようになってんな、ブータロが。気づいたらこのような活動を続けてるって感じです。すごいな。質問ってさ、ただ、始まりのきっかけを聞いただけ。長い歴史を語る。確かに。みんな質問気をつけて。長いの覚悟して聞いてきて。お互いやからこれ。そうゆうちゃんも長いから。みんな気をつけて聞いて。なんかさ、下手くそよな。二人とも長いから、お前気をつけて聞いて。めっちゃ長い。なんだろうな。めっちゃ長い。ほんまに。だから喋りたいんやろな。でももっと上手く喋れよって思う。だからさ、昨日の自分の個人チャンネルの動画とか見てても、下手くそやねん。トーク力が。
なんかでもこれ上がるチャンスでもあるなと思って、こう個人チャンネルでひたすら喋ってたら、なんかいらん言葉多いしみたいな。めっちゃとかさ、ほんまとか。すんごい、何聞いてないやろ人なんか最後この話終わらんかなっていうのがさ、顔に出てんねんけど。マジで。そう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 。もうどうする今日何について喋ろうかなと思ってん。タイトル何にしたん？語るぞ。ダッサ。今日は語るぞみたいな。ダッサ。そうなんや。そう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 。今日は語るぞみたいな。うん。いけるでしょう。そうそう。掃除ババア配信スペシャルやってくれんかなって、どういうこと？掃除の風景を流すってこと？なんかルームツアーとかも見えますね、みんなね。いろいろ言ってくれてるけど、そうそう、昨日なんかルームツアーがね、名前出てこなかったんだよね。昨日じゃないか、おとついやったかな。そう、さっき日本語も出てこないしさ。大変。それは別に今に始まったことじゃない。語彙力がないねんな。うん。言葉の。だから頭が。そういう知識がないから。そういうのが、うん。なんかこう、ずっと常に二人でおることのデメリットなんちゃうかなと思って。わあかるよ？お互いさ、うん言いたいことがわかるよ。かるそれを、うんって聞いてしまうからあかんねん。なんかその、いちいち、で、それ間違ってんで指摘するんじゃなく、んあ、このこと言ってんねやろうなで、うんでうなずいてしまってるから、余計に、もうなんか言葉が尻滅裂になって、それでも会話が繋がっちゃうから、こう、対人と喋るときにわけわからなくなる。あなんかそうなんちゃうかなっていう気がしてる今。あ。大体さ、こう、トーク上手い人って、やっぱ結構考えてるよ。前もって。どういう順序で喋るのかとかさ。それができてない。まあまあ、別にそんな、だって面白いこともないしな。もう一発本番っていうのが結構性格上的にやってしまうからさ。行き当たりばったりな性格がこんな。うん二人とも。そう。もう良くも悪くも。ある意味人生楽しんでない。楽しいよ、人生。うん。謳歌してるなって思いますね。好きなことして。人目を気にしつつもあんま気にしてないからさ。うん。うん気にしてるって言う割にやんな。そう。ほんまに気にしててよく思われようと思ったらできひんようなことばっかやってる。確かに。それはそう。うん。でも嬉しい。みんなね、最高だったとか言ってくれてるわ、ラジオ。トーク力あるよとかって。そうなんか、まとまり悪いなと思って聞いててなんか歯がゆいっていうかさ。まあそんなことはよくて、どうしようと思って、なんか質問拾いながらやっていく今日も。うん。でもさ、今日の女が吠える夜みたいな、ああいうトークも面白くない？なんせっかちかのんびりかみたいなんでさ、せっかち話とか、せっかちエピソード。ブーターってどう？せっかちか、マイペースっていうか、こういう、のんびりしてるかって言ったらどういうイメージ？ゆうちゃるはのんびりってイメージがある。マイペースのイメージだな。ああ、そう。うん。自分のペースを崩さへんやん。あ結構。見てて。なんか合わせてるように見せるのはうまいけど、実際は合わせてないっていうのが多い。あ。どういうこと？例えば、何それ？合わせてますよ、何かみたいな最後ドヤ顔で見てくんねんけど、いや、合わせてないよ、みたいな。結果。何なんそれ？だから、なんか、詳しくわか詳しく。りやすく言うと、うん遅刻したのに遅刻してないように見せるのがうまい。なんか、どういうこと？だから何みたいな。時間で見たら、事実ベースで見たら時間は遅刻してんねん。うん。 10分15分。うんだけど、んいや、遅刻してないよ。みたいな。みたいな感じのが多い。印象。そうなん。うん。でもみんなマイペースっぽいって言われてる。せっかちっぽいっていう、印象の人全くいない。うん。そっか。だから、その、時々よな。バランスよな。自分たちは。もう、そういうせっかちになる時もあれば、のんびりの時もあるし、みたいな。でも基本はベースのんびりなのかなと思う。ああ、不解表は。そうやろうな。うん。そんな気がするわ。じゃあなんか多分、淡いの。まあね。うん。お互いせっかちやったら無理やろうな。うん。
あ、そうそう、せっかちすぎさんはエレベーターや信号のボタン連打とかカカカカカカみたいな、ああいうのないもんな。確かに。なんか他に言ってて面白かったのが、焼肉をもう焼き出した瞬間に裏返したみたいな。でもあれはちょっとわかるくない？せっかちじゃないけど、もう、昨日とかもそれこそ焼肉行ったよ。でなんか昨日ちょっとなんか出来上がるの遅くなかった？おとついもそうやけど、おとつい特にそうかな。なんか焼き上がるのが遅いみたいな。炭火やからな。そう。なんかそういうので、ああ、もう早く食べたいのにっていうのはやっぱあるけど。これはせっかちじゃなくて単純に食いしん坊なだけだ。あ、そういうこと。せっかちってそういうことじゃないと思う。多分食いしん坊やと思う。早く食べたいのにって言ってる時点で多分そうやと思う。なんか最近ほんまなんかこう改善してくれてるなってひしひしと感じることがあって。改善？ブー太郎が。なんか自分が常日頃、ブー太郎に対して、もうこれやめてやめてやめてって言ってることがあんねんけど、なんかすごい子供扱いしてくるじゃないけど、傍から見たらそれ子供扱いやんっていうような事柄があって、ご飯食べるときに、こう、もう特にないんやけど、鍋物、あとは、まあ焼肉、家で鍋物なんかしたら、こう、鍋の中に鶏肉をワンパックだけ入れてくれてるから、その結構広い鍋の中でその鶏肉を探すのが難しいって勝手に思って、まだゆうちゃろがその鶏肉を見つけれてないんやなって勝手に錯覚して、あ、ほら見て鶏肉出てきたであげるとかってこう勝手にその人のお椀のところに鶏肉ボーンって突っ込んでくるんよ。でこっち計算配分しながら食べてるからさ、こうご飯の量と、なんかペースを見ながら食べてるから今別に鶏肉じゃないねんなっていう、見つけれてるしみたいな。でそういうのをなんか無視して、あ、ほらできてるからはい入れてあげるみたいな感じで勝手にもうなんかもう入れてくるんよ。それをやめてってずっと言ったんやけど、あ、どうしたん？残ってんの？それがなくなった最近。最近さ、うん。なんか落ちた。お鍋がないから。ここにさ、2つあんねんけど。あった？あ、いいね、これをいいね。はい。どうぞ。まあそういうことはあるよね。おかんみたいな。そうそうそう。だから反抗期ってこういうふうに起こるんやなっていうの。なんかやめてみたいな。もう自分のことは自分でやるからみたいな。やけど多分、なんか気になっちゃうんやろうな。もう鶏肉も見つけられへんのかって思われてること自体がなんかもう腹立ってくるの。なんでやねんみたいな。わかるわそれぐらいって思うねんけど、でも良かれと思ってやってくれてるっていうのもわかんねん。すんごい。なんか、あーってなんねんけど、最近それがなんか、なくなってきた。ゆうちゃろって多分自分が上にいたいね、多分、ブー太郎より。なんか自分、でも逆の立場もあるもんだから。あ、それはある。そうやねん。それも、なんか、こんなこと言ってるけど、ブー太郎になんかこう、なんかしてくれんねん。何してくれるの？例えば、なんか何々塗ったとか。化粧水塗ったあんたみたいな。この間も旅行もそうやったんやけど、化粧水持ってきてるからみたいな。もう、塗ったみたいな。ブー太郎はもう下で、お風呂場にあったからみたいな。言ったら、ゆうちゃろは、ここに持ってきてたのにみたいな。まあ、ブー太郎はお風呂場のやつ、新しいやつ使いたかったから、それでいいねんって感じなんだけど、ゆうちゃろは多分いつも使ってる方がいいから、よかれと思って、こう、下の新しいやつ使わんでも持ってきてんのにみたいなさ。こう、手羽焼きが出るみたいな、ね。手羽焼きっていうか、違うな、順序違うやん。何？そう、持ってきてて、化粧水とかも一応、わからんから適当に入れて持ってきたでって言って、で、それを持ちながら、お風呂に行ったわけ。で、お風呂で、なんかその、化粧水とかなんかいろいろあって、あ、あるやん、みたいな。あ、いいや、ブー太郎こっち使うわ、みたいな。あ、じゃあいいよ、いいよ、とかって。そんな感じの。どっちもおかんやんってきて。そうそうそう。いや、お互い様なんですよ、そのなんか、それはもうそうやねんけど、この例えばやけど、二人おる時じゃないねんな。自分がその余計にこう気使うじゃないけど、そういう風になってしまうのって、なんか一応そのゆうちゃろうの家族と行くからさ、ブー太郎って結構まあ、なんやかんや気使うやん。
なんか気がなくなったけどな。なくなったとて、何かしらどっかで気が使うってなった時に、その気使うがゆえに、なんか自分のことを忘れがちうん。なことがあったんよ。前回の旅行で。で、前回の旅行であったのが、イヤホン忘れたみたいな。寝る時にイヤホン回して寝たいのに、なんかあった時に、だからみんなが寝静まった時に、イヤホンしながら寝るとかさ、なんかそういう自分の時間ができるやん、イヤホンあれば。で、イヤホン忘れたみたいな。で、その時自分持ってきてなかったんやけど、今回の旅行でそれを覚えてたから、イヤホン持っていこうと思って、イヤホン大量に持ってっとったんよ。あだからブートロも持ってきとったっていう。今回は持ってっとって。そう。だけど、ほぼ使う機会がなかった。まあな、確かに。だって前も言ったけど、もうすごいねんもん、夜の。もうみんな早いねやん、寝るの。なんか夜型、なんか、ゆうちゃろマミーとかは、結構もう遊びたいみたいな。夜、なんか騒ごうみたいな気口だけやな持ちはあんねんけど、いざもう晩ご飯食べてお酒もいっぱい飲むから、もう、部屋食で、ご飯のタイムが終わったら、もう結構もう眠たそうにしてんねやんか。で、妹は妹も寝るし、ゆうちゃろもゆうちゃろもみんなマイペースやからゆうちゃろファミリーって、お父ちゃんとでも妹はせっかちか。どっちかっていうとな、それこそ。わがままよ。わがままって、まあ言い方もそれぞれね、捉え方あるけど、そう。でもなんかもうブータロ一人取り残されるのよ、いつも。あれはちょっと悲しいよね。うちの家族みんなそうなの。まあそれで、まあ、ブータロはいつもその後、もう一人で楽しもうと思ったらさ、イヤホンで急になんかね、スピーカーからホラーの音が聞こえてきて、助けて、みたいな。僕はここだよ。僕はここだよとかって言って急に聞こえてくるからさ、って思って、人生2回目のホラー経験と思ってさ、イヤホン外したらさ、と思って、妹がなんか言ったんかなと思ったけど、妹もなんか騒いでね、何今のってみたいな。びっくりや、聞こえたみたいな。二人で結構盛り上がったかな。今聞こえたよなみたいな。何みたいな。で、ゆうちゃんの仕業っていうね。まあこの話はどっかの配信でしてるんですけど、まあオチとしたらゆうちゃろがいたずらで、寝てるふりをしてスピーカーから音を流してたっていう。あれは温泉が悪い。温泉から旅館が悪い。ああいうものが置いてある。それは全部使いたくなるやん。そこにあるもの。まあね。これって炭酸？違う。食べるものが同じだから似てくるって聞いたことがありますって。へえ。そうなの？食べるもの似てるって似てくるの？顔って。顔たちって似てるかな？似てはないよ。自分では思ったことないねんけど。似てはないと思うけど、でも傍から見たら似てると思うよ。だから結局あれだよな。頭でそういう風に錯覚するんやろな。二人は兄弟ですっていう目で見たら、ああ似てるところを探そうっていう目でになるやん。やけど違いますって言ったら別にそういう目で見えへんからさ、ある意味色眼鏡なんやろうなと思って。色眼鏡か。でも色眼鏡話といえばさ、何やろうな。置いといていい？置いといてください。食べてないの？まだ食べてない。てかね、何バーガーっていう質問あったんですけど、今日はトリプルチーズバーガー。たまに期間限定で売ってるんですよ。ダブルチーズじゃなくてトリプルチーズ。じゃあ何バーガー食べたの？一緒。あ、一緒？そうですね。なんか、最近あったっけ？面白い話。あ、それこそさ、もう今6月でしょ？もう雑誌の話する？いいんじゃない？もう、多分解禁していいと思うんですよね。3の倍数みたいな。多分発売されてるはずなんですよ、もう次新しいのは。なので、この間3月号、持ってくるわ。あ、下にね。あるんや。もしかしたらまだ買えるかもしれないので、あんまりね、
ネタバレも嫌だよとか、ちょっとそういう人はここから画面閉じていただいてですね。大丈夫？それ油まみれ。大丈夫です。ありがとう。ついてないところで触ってるから。ありがとう。お気遣い。そんな何？なんで笑うの？こんな話で思っただってさ、手の動きめっちゃキモいねんけど。歌ってみたの時とかもさ、なんかさ、こう胸に置いてるつもりやねんな、自分では。なんかなんかすごい角度になってん、手が。ああ、それはわかる。自分もなんか、そういう風に見てしまうことある。ブータロのこと？違う、自分のこと。自分のこと？なんかすっごい、なんか、あんた人間みたいな角度でさ、曲がってるような。なんか、スポーツとかでもそうやねんけど、やっぱなんかそういうなんか骨格、体感っていうのが変なのな。そう。まあ、ということで、今日は雑誌について。手が気になる。キモいよ、めっちゃキモいよ。だから今渡したのに上ってめっちゃ兄弟、こういうの自然とやれてしまうっていうの。はい。について、ちょっと中身についてお話ししていこうかなと思ってます。まあ、改めてどうでしたか？雑誌。撮影してみて。どうでしたか？いや別になんか手洗ってって指そこコメント拾うそこで。特に別になんか嬉しかったとかないわけ？ブータローと雑誌に載れて。なんかあんまりその実感がないあんまり実感がないねん雑誌に載ったって嘘でも嬉しいって言えよなと思うねんけど、オファー来た時の気持ちはなんかと思って、ブータローたちでいいんですかみたいな感じだったな。まあブータローが基本聞いたからね、最初に。ゆうちゃろって適当やからさ、あんまりそういう話どうでもいいじゃないけど、あんまり興味を持たないので、でもちょっと驚いてたよな、この話したら。みたいな。雑誌って何の雑誌みたいな。で、ちょっと考えさせてって言って、最初、ゆうちゃろが。そうやったっけ？ちょっと企画内容みたいなのが送られてきとってんけど、それ見てから考えるからって言ってて、ちょうど大阪いたんかな、その時。しゃぶ亭っていうしゃぶしゃぶ屋さん、いつもお気に入りの。そこ行く前にその話が来たから、なんかしゃぶしゃぶの頭でいっぱいやったよな。そうやな。そう。なんかそのしゃぶしゃぶ食べ終わってから、なんかもうちょっと一回企画書見てから考えるわとか言ってたのに、しゃぶしゃぶ食べる前は。しゃぶしゃぶ食べ終わった後に、結局見てくれたみたいな。どうするって聞いたら、もういいよみたいな。出るとかって。何も見てないやんみたいな。なんかほんま気分やよな、あんたってなんかさ。じゃあ耳に入ってこへんねん。なんか今しゃぶしゃぶとかその一個に集中すると、あんたの言ってる会話が全然入ってこへんのよ、自分頭に。だからそれについて考える余地がないというか。だから別にその見る見ないとかじゃなくて、なんて言ってんねやろみたいな。で後々食べ終わった後に満たされて、ようやくそのブータローさっきこんなこと言ってたな。ああみたいな。じゃあいいよみたいな。もうこっちからしたらなんかわけわからないわけよ。どういう感情を頭の中で整理して急に OK になったのかもよくわからないけど、まあもう OK って言ってるうちはもういいかと思って、今やチャンスやと思って。気が変わる前に OK しとこうと思って。気分やからさ、言うちゃろって。もう可愛くないねんな、そういえば思い出したけど。なんか、ツンツンすぎるというか、この間さ、買ったチーズタルトとかさ、あるやん。あれとかも、1個余ってるからあげるわって言うねんけど、なんか、もういらんみたいな。小学生みたいな。もういらんって言ったらいらんねんみたいなさ、頑固さがすごいよな。てかそもそもチーズタルトに関しては、もう買うってなった時に1個でいいってもう自分ははっきり明言してるわけ。で、1個しか買ってきてないもんやと思ってるから、なんでそれを余った1個をまたこっちにみたいな。自分ラッキーでいいやんな。ラッキーでよくない？その感覚がラッキーじゃないねん、全く。怖いやろ？だってさ、食べたいやん。普通に好きやろ。だから食いしん坊やからやろ。いや、あれ好きじゃないねん。ベイクドチーズケーキが好き。ああ、そっか。種類がベイクドじゃないであんた好きなバスクチーズ。バスクや。バスク。そういうことか。そう。だからさ、職場にも持ってったんよ、実は。いつもお世話になってるから、ここ美味しいと思ってるから、お気に入りの店やったから、職場の人にも買っていこうと思って、そのチーズケーキを持ってって行ったついでに、ゆうちょろにも1個どうぞって言ったらさ、なんかさ、いいわとかやったらいいやん。なんか今そういう気分じゃないからありがとうみたいな。なんかちょっとこう気遣いを見せてくれたらブー太郎も、そっかみたいな。ごめんみたいな。ちょっとなんかこ
ね、お世そん話焼き。な風に終わらへんやんか。お世話焼きやね、みたいな感じで終われんねんけど。終われへん、終われへん。終わる終わる。嘘嘘。終わる終わる終わる。嘘終わる終わるまあ一回最後に聞くわ。なんで上からなのそんな。一回聞くわ。腹立つなあ、何でさうん、だけど、それで、うんなんでブータロは、そうやって言ってくれたら、あ、ごめんごめんって、うんもうブータロがいらんことしたなって、うんこうやって身を引けんねんけど、あもう、どう食べるって言ったらさ、いらんいらんみたいな。でもこんな可愛くもないのなんかもう、いらんみたいな。で、なんかしかも横向くねん、なんか、ほんまにいらんっていう、なんか顔で表現してくれてんよ。あ、いらんみたいな。あ違うな、もう顔、こっちさえ見えへんねん。なんかちょっとこう顔見てさ、あ、ありがとう。でも気分じゃないかな、みたいな感じやったらいいねんけどさ、もうなんかタバコを片手にさ、いらん。腹立ったんそう。だから覚えといてから、これから、何かブー太郎が持ってきたらちゃんと顔を見て、ありがとう。じゃないって。もう、はい。これゆうちゃんの、ターン。はい自分のターン。はいもうなんせ、ターンとかもういらんものを、こう、押し付けがましく、こう、渡してくるわけ。そんなことないわ一回、あ、いるって言って、うんあ、うん、いいで、大丈夫やでっていう時期ももちろんあったよ。最初からこうじゃない。うん最初からもいらんとかじゃなくて、もうあったよ。あ、うん、大丈夫、大丈夫、みたいな。もう、今そんな気分じゃないから、みたいな。に、でももう賞味期限近いし、もう早く食べといたらとかさ、なんかいちいちいろんな理由をつけて2回も3回もこうガッ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 こう来るからさ、うんでしかも、これ、今ゆうちゃんがこうやっても、うんその、なんていう、無神経というか、こう、さっぱりと、もういらんっていうことに対しても2回来るからな。ほんまにいらんみたいな。素直じゃないと思ってるから、ブー太郎は。判断してそうやって来るからな。もうさっぱりもいだってらん。なでもね、これには理由があるんだよ。はい、次、ブー太郎のターン。どうぞ。たまーにまれに、またまーにまれに、たまーにまれに、最初いらんって言った割に、なんかひょこひょこってきた、突然現れてな、どうね、これ美味しいだろやってなんか質問してきてな、ちょっと食べてみようかなって感じで食べたりしだすねん、勝手に。そういうの見てるからお、あ、ほんまは食べたいのにちょっと意地張っちゃったんだなみたいな、一回いらんって言ったもんやから、なんか後に引けへんみたいなとかあるやん。だからブータは2、3回聞いてあげてんねん、念のために。ほんまにいらんって。でもそう、たまーにのことでさ、2、3回も聞いてこんといてほしい。たまーにしかないやん、それ。しかもその時って2人の時や、大体。そうやな。そう。だからもう別に、いらんものはいらんって感じ。でも最初に断ってるし。なんでまたその買い方間違えたのかなみたいななってくるよ。いや、でもさ、これってさ、どっちが悪いとかないけど、でもさ、よくみんな、でもさ、何気ぃつけといた方がいいと思う。何そんな神妙な感じで。いや占い師やんた。占い師のおばさん。おせっかいババアになりつつあるから最近。マジで。うん。人にまでさ、これ美味しいから食べてってチーズケーキ買っといたわけやろ。うんよかれと思ってやってるやろ。よかれと思ってやってる。うん。それ、大きなお世話の時もあるから、あんまりやめといた方がいいと思うんだよね。そうですか。今後の未来が危ないですそうそう。ほんまになんかそんな感じになってきてる。そう。うん。これいいからとか言って勝手にさ、なんか人の水になんか変な液入れてさ、なんか、どうぞとか言ってなんか飲ませるような。魔法の水みたいな。そうでもそこまではせえへんやん、ブー太郎は。に一歩入ってる。マジでうん。ただの優しさやけどな。大きなお世話。こういうとこが性格の差出てない？なんかさ、いや、ほんまに。これをさ、大きなお世話って思うか思わへんかって絶対人並みが出ると思うねんけど。あんたがそういう心を持ってるから。そうだって絶対もう。そう。だってブー太郎はどんなものをなんかこう言われても、なんかありがとうがまず来るわけよ。なんかいろいろいいよ。はい。いろいろ考えてくれて、ありがとうみたいな。もう本当になんか好きか嫌いか置いといて、その気持ちが嬉しいよ、花わけ。何が面白いわけだから、ブー太郎はそういうスタンスでいくから別に全然、そんな大きなお世話とか思ったことはたまにあるけど、基本的には思わない。後から思う時はあるけど、何が面白いよ。何なんかつい最近もあったなぁと思って。何そんなことが。何なんでここに置いてるのみたいなさ。いや、でも置いてくれたことまずありがとうやろみたいなさ。そんな話があったなぁと思って最近。何置いたの？いや、わからん。なんか忘れたけど、なんかそこのキッチンらへんでなんかあったことを思い出したなと思って今。そう。そう。
いやほんまにアンケート取ったよ。何のアンケート取ったらいいやったっけ？どっちが正しいか。いやどっちが正しいか別に正しい正しくないとかじゃないと思うね。これはほんまにもうお互いの性格の問題やから、だからほんまにちょっと気ぃつけといた方がいいんちゃうかなって自分は思う。そのおせっかい結構焼きがちになってきてるんちゃうかなっていう気はする。何のアンケート取ったらいいんやろこれ。ちょっと教えて。なんかよく分かってない。どういうアンケート取ったらいいの？私もブーちゃんタイプとかでもゆうちゃんさんが言ってること分かれてるわ。そういう感じで雑誌の話どうこうじゃなくなってきたな。そう。ほんで雑誌はどうなったゆうさんお願いします。なんでブータって言われる。だから今渡したんやん。じゃあ食べたらええやん。食べたいのほんなら後にしや。自分別にそんなの分からんからさ、どういう紹介したらいいかっていう。あんたが紹介したいって言って持ってきたんやから、あんたがちゃんと説明してほしい。できたら。分かりました。はい。最近昔の見てくれてるって。ブー太郎は良かれと思って何でも聞くんですよね。そう。別にそんな悪気がいや、それはもちろん。それはもう100もそっち。自分もだから良かれと思って言ってくれてるっていうのはもちろん認知してるから、別にそこまで、なんていうの、まあ確かに言うよ。もういいって、みたいな。言うけど、でも別に100 うざいかって言ったら別にその半分ぐらい。うざさ半分。感謝するのはどっち？いや、感謝はまた言うけど。よくこの胸に残るのはどっち？生涯。あの時ブー太郎はよく世話を焼いてくれたなって死ぬのか。いや、そこら辺のさ、境目をさ、自分最近こう考えるようになってさ。何の境目？今のその話の延長線なんだけど、こう、なんか仕事とかもさ、だんだん年いくにつれて、こう、頭が良くなっていっちゃうやん。必然的に経験がつくから。ほんまに良くなってる？あんた。なってる。違う、そういう意味じゃなくて、その、経験とともに失敗もするからさ、その失敗をもとにやっぱ人間って賢くなるやんか、自然に何回も同じことせえへんやん。するんだよブー太郎。いやすることあるけどせえへんこともあるやんか、でそうなってくると、だんだんとこう効率を求めていくようになっちゃうよ、頭の中で。効率こうした方が早いなっていうのが頭でも分かるやんか、道路もそうやん、車もそうやん、この道通った方が早いと思ったら、その道を通るやん、そうですね。それと一緒で、なんかこう自分たちのこの私生活においても効率を求めすぎてしまうと、なんか変にこう殺風景じゃないけどそうなっちゃうんかなみたいな、っていうなんかことを考えるようになってさ、最近。ごめん、待って、聞いてなかった。なんて？ちょっと待って、ちゃんと聞いてなかった。もう一回言って。なんて言った？仕事とかで効率を求めるがゆえに、別になんかこう会話とかもなくなってくるやん、効率を求めるがゆえにこうもう暗黙の了解でも動き回るみたいな。効率と関係あるんかな。まあいいや。だから別にそのしゃべらんでもワンクッション置かんでも、もう勝手に動いて勝手に流れて進むっていう、それでその一つを完結してしまうやんか、でもそれってさコミュニケーションとかないやん、もう分かってるから、暗黙の了解で。でもそれを私生活の中においてもそれを求めてしまうことによって、なんかこう距離ができちゃうんちゃうかなみたいな、自分そういう節があるの、割と。なんかちょっと分かってきた、こうなんていうの、こううまくこう流れをもうスムーズに、みたいな感じのことを求めてしまうことがあるから、なんかあんまりそれっていいことではないんかな、なんか最近ちょっとつくづく思い始めてきたというか。なんでそのきっかけが知りたい。ブー太郎はなんでそれを思い出したの？いやほんまに分からへんねんけど、ふとした時に、なんか何でもかんでもこうせっかちじゃないけどこう効率よくみたいな感じで求めてしまうことで、やっぱそのバランスなんやなっていうのがふと思った。だからこういうなんかこういざこざがあって自分たちもみたいに結構バーって喧嘩じゃないけどこう言い合いとかするやん、ああいうことがさっきも言ったけど、なんかこう後々残るようなことになるんかなっていう、その場はいいよ、効率よく回るわ、やけど後々考えた時に何も残らへんやん、ただなんかこう一緒にいて楽やったっていう、ただそれだけが残るけど、なんかそういうふうに。まあだからそこはあれか、まあ言ってしまえばあれですね、それをまとめると、まあブー太郎の言葉でまとめると
早くまとめてよ。信用信頼の中のデメリットってことですね。なんかようわからんけど。分かれよ。だからそういうことやろ。だからもうこう長い付き合いとか信用ある人はもう大体こういうこと考えてんねんな。なんかこう自分の中でさ、いるゆうちゃろっておるやん。うん。まあそれこそチーズタルトもそうじゃない？ゆうてろ実はほんま欲しいんちゃうかなみたいな。想像つくわけや、経験上。違うような気もするけど。でもそういうのも大事やと思うねんな、正直。ね、それはブータロは言ってるよ。うん。どうですかみたいな。だけどこれを、断られるからもう、なんていうの？買わんとこやろ。買わんとことか、もう、いるとか言わんとこって思った時に、こう、思い出が一個消えちゃうってことや。そうそう。だからブータロっていいことしてるんや、やっぱり。なんかそういう結論出たやん。ブータロの通りじゃないこれ。お疲れ様です。お背中見てます。はい。ありがとうございます。サムエル元橋さん。見た。このアイコンね、同じゲイカップルさんだったはずです、確か。なんか YouTube もやってたよね。覗きに行きました。ありがとうございます。ありがとう、横井上一さんもいつも。ナイスパーからのスパチャですね。ありがとうございます。そうじゃん。じゃあ、ブートローがいいことしてるよ、やっぱり。なんかそれ聞くとなんかちょっとなんか引っかかんねんけど、まあでもなんかそういうことなのかなと思って。まあコミュニケーションですよね、要は。コミュニケーション、そうやね。だからコミュニケーションまで効率化させてしまうことによって何も残らなくなっちゃう。でもさ、それってさ、今のこの若い子たちってさ、なんかそういうものがないからこそ、こうなんていうの、SNS あんま使えないみたいな、ああいうもので写真とか撮ってアップしたりとかして、でそういうのを見返すことによって、あの時ありがとうなみたいな、っていう、なんかこう思い出作りになってんのかなと思って、自分ってそれがないからさ、基本的に、そういう写真を撮ったりとかもせえへんし、むしろそういう私生活においてもこう効率化を求めすぎるところがあるから、あんまりこう残りにくいというか。そうやね。それって今日さ、宝物なんて身近にある宝を見てみるより反抗を促すような言い方をするような。わかる？なんかこういう人が反抗期の子を作るんやろうなっていう、なんか典型的な例に思えてくるんだけどさ。そう。ほんま。あれかな、反抗期の子を産む？ブータローほど理解のある反抗期の育て方をするような気がする。反抗期をなんか育てる気がする。綺麗に。だからいい関係にはなるんじゃない？逆に。後々な。ぶつかることはあるやろ。確実に。なんかそんな気がする。だからさ、これからはちゃんとさ、一緒に写真撮ろうよ。いや別にそれとこれとは関係ない。なんでそこがイコールにならへんの？写真を撮ろうとはならない。自分だって別にコミュニケーションに写真はあんまり関係なくない？あれでめっちゃさ、写真バカにしたらあかんだ、あんた。ほんまに。今はいいよ。めんどくさいし、なんかもう当たり前やしみたいな感じで思うやん。これ数十年後やねんな。あんた多分未来は見えてない。もう今思い返しても10年前かわからない、8年前かに YouTube 始めて、じゃあ今8年前のやつ見るかって全然一回見たことないんだけど。あんたはな？前から見て泣いた。あ、そう。まあ最近ではないけど、こうくだらへんと思ってたゲーム配信でさえもエモく感じんねん。なんかそこら辺は全く感覚が違うな。そうなんよ。多分いつか分かる日が来ればこれ。こういうのが反抗期やろ。そうよね。そうよね。ほんまになんかバカに思うね。やっぱこのキンキンとかもう今のYouTube の豚の秘密基地もそうやけど、何やってんねやろなみたいな。ほんま痛々しいことやわ、黒歴史やわって自覚はあんねんけど、でも黒歴史さえ愛しく感じれる日が来んねんな。で今ブータラはなんでそれは思えるようになったかって言ったら、やっぱりいろんなこう逃げてきた過去があって、もう学生時代の思い出が一個もなくなっちゃったわけ。青春時代一番ブータラは若くて輝いてた時期の写真とかプリクラとか一切ないねん。もう見返したくてももうどんなやったかもなんかこう記憶の中でしか
思い出されへんわけ。まあそれはそれで素敵なことかもしれへんけど、やっぱりさ、こう写真で見返した時に、ホットウェディングとかももうまだ1年も経ってないけど、なんか今見たらまた全然違う感情やってん。この間データフォルダ見とくんだよな。みたいな。やっぱ写真ってなんかすごい能力があるなと思って。で、なんかそう思った時になんか最近悲しいなと思うのが、やっぱゆうちゃろうが昔みたいに笑顔で撮ってくれなくなったこと。いろんな思い出の地で、もう大体こう無表情からなんかもうめんどくさいみたいな。まあこれはこれでなんかちょっと味があるんやろうなと思うねんけど、将来見た時にはな、今は嫌やけど、なんかやっぱすごいよ、写真って。と思う。動画もしかり。まあ今はブータローもキンキンのは全然見ようと思わへんけど。そうなんよ。なんか思い出に浸ることって自分はせえへんタイプやから、まあそれはそれでいいと思うんまっですけど。すぐ突き進んで後ろ見ないやからさ。あいやもちろん振り返ることあんねんけど、あったとてなんかそれをまた見たいとかっていうのならへんねんな。なんかもう逆に前を向きすぎてるんかな。前向きすぎてはないと思う。分からへんけど、なんか別にそんな、なんか過去に振り返って、あ、この時一番輝いてたなみたいな、もう別にそんなないし、なんか、あんまりその感覚を持ち合わせてないな。そうなんよ。まあ、そうですね。はい。らしいですわ。急に会話終了。食べることに夢中やね。私もゆうちゃろう派だなっていう人もいる。美味しないやろそれ。美味しい。あ、そう。でもさ、ソース多め言うたのにさ、ソース多めにしてくれへんねんな、それ。そうなの？無理なの？それすらも期間限定商品とか言ってさ、いやダブルチーズバーガーのソースやんって思うやん。だけどそれも期間限定の商品になるらしい。無理ですって言われた。このさ、ハンバーガーのピクルスだけはめちゃめちゃさ、昔から大好きやねん。わかる？でもな、わかる。ピクルス単品で食べるとあんま好きじゃないねん。ああ、わかる。いや、美味しいねんけど、これってマッチがな。そうね、ベストバランスじゃない。ケチャップとマスタードと玉ねぎ。ハンバーグもそうやし、そのパンもそうやし、玉ねぎもそうやし、なんかすごいよな。感心するわ。そう。素晴らしいですよ。これトリプルチーズバーガー食べてます。ゆうちゃろう派結構いるわ。ブータロー派もいるけど、もちろん。もちろん、だからみんなそれぞれ人それぞれやから。ね、面白いね、人間って。ほんまその人の価値観があるからさ、別にそこに対しても別に損得ってあんま考えたことないわけよ、自分って。なんかこう、例えば人が、ブータローはよくここで多分損得をつけるんかなって思う印象があんねんけど、こう人よりも早くというか、年齢的にももう早くにそれを知ってればすごい後悔、あの時からやっとけばよかったなとかさ、たまに言うやん。 YouTube ももっと早く始めとけばよかったとか、食べ物一つとってもこんな美味しいものをもっと早く知っとけばよかったみたいなとかっていうたまに言うわけよ。でゆうちゃろうに勧めてくる時もそういう印象で言ってくるわけ。なんかこれ食べとかんと損すんでとか、なんか人生半分もったいないでみたいな、こう結構なんか冗談半分か分からへんけど本心か分からへんけど、なんかこうパッて言ってくるわけよ。なんかそういう言い回しをしてくるわけ、勧める時に。なんかそこに別に損得とかを全くなくて、今知ろうがこの先例えば20年後食べ物についても20年後にもともとあった食べ物やったとして食べて美味しいって思ったとしても、もっと早く食べとったらよかったなとかっていうのはあんまないねんな。なんか100ないとは言い切れへんけど、別にそこまで後悔するかって言ったら別に全然そこに後悔っていうものがなくてなんか全然なんかニュアンスだと違いないみたいな、こんな美味しいもんあったんやで今食べて美味しいと思ってラッキーぐらいの感じやから、だからそこまでなんかこう印象やで自分が思ってる、すごい印象で捉えられてんねんなっていう感じがするわ。それ聞いてたらブータローの中ではもちろんそういうそのままの意味もあるねんけど、もう美味しいの表現方法の一つやね。
もっと出会いたかった、そういう表現の仕方早く出会いたかったっていうのは本気でそこまでもうどうしても早く出会いたかったみたいな熱い思いっていうよりかは、そう思えるぐらい美味しいよねこれっていう表現方法の一つ。ああ、うんそういうことなんや。そうそうそう。だから人にもこう進めちゃうだけで、うん。まあだから怖いよね。人間ってそういう意図がなくてもこう伝わってたりするから。そう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 。自分はそういうふうにてっきり思ってた。うんあそこになんか損得を感じてしまうのかなみたいな。別にそれで損って思うこともないし、うん。だから例えばやけど、買い物とかでもさ、例えば今日買ったら30%オフで買えますみたいな。でも、今それいるって言われたら、悩む。まあ、じゃあ悩むぐらいやったら置いとこう。で、後に、うわーって、買っとけばよかった、今めっちゃ欲しいってなった時には定価の値段やった。でも、自分は、あん時買っとけばよかったな、じゃなくて、今欲しいから今買おうみたいな。別に30%オフじゃなくても別にいいやみたいな。今欲しいし、今欲してるから今がいいみたいな感覚やから、なんか別にそこになんか、あんまりないというか、なんかそういうふうにすごく言われてる印象やった。ブー太郎からは。今食べとかの損すんねとか、なんか、これ今知らへんともう絶対損するみたいな感じのこう、それがまさか美味しいの表現で使ってるとは思わなかったからさ。美味しいの表現。美味しさのその意味合いを込めての表現の仕方っていうのを今初めて知ったから、そうなんやと思って。なんか、ちょっとしたたわごとって感じ。なんか、こんなに、うわっみたいな。もっととっくに書いたのにな、みたいな。ちょっとした愚痴みたいなもん。だからあんたはすごい、あれだよな。もう、そういう、人間で言うと、もう性格云々とか、そういう詳細はとりあえずいいから、もう好きやったら好きみたいな。そういう感じに聞こえる。で、ブー太郎は結構こう、なんか好きやけど、ほんまにこう、好きでいいのか、こう、いろいろ、なんかあるわけですみたいな。確かに。めっちゃ詳細探るよな。そうよな。でそういう意味では自分は結構失敗すんねん。結構。めちゃめちゃ失敗する。でも、うわ、失敗したって思うけど、まあいいやみたいな。なんか別にそこに対して、あっけらかんとしてるというか、あんまり引きずらないけど。まあ、どっちもどっちやね。お互いいいとこ悪いとこあるから、そう。バランスよく。そうやね、ほんまにそう。見てるのかなって思います。ということで、やっと食べ終わりましたんで、雑誌の話しましょうか。そうやね、はい。これね、どんだけ待たせんねんってことで。どうしたんどっちゃん元気になって。コールセンターで働いてた時に、ゆうちゃろさんに電話してセールスしたら即切られそう。いや、逆やねん。逆やねん、これ。みんな。行くで、自分、最後まで。あかんねん、これな、面白いで、これ。逆です。ブー太郎がすぐに切ります。自分最後まで聞く。へーって逆にそこで、その人の、その、能力を見てしまう。逆に。能力見てたあれ能力を見ちゃうねん。だからその別に商品は、まあある程度、もう全くいらんもんやったら商品いらんけど、なんかちょっとじゃあ気になるかなぐらいなものを、じゃあなんか欲しくなってきたかもって思わせれるぐらいの能力を見せつけられたら、じゃあ欲しいってなる。そういうタイプやな。そう。それはそう。すごいね。ゆうちゃろうと買い物行くと全然、もう、ここも真逆やねんな。もうすごい、もう店員さんの話をすっごいちゃんと聞くし、もう、素直やな。能力っていうか、なんかその、ものに対して、例えばなんかこう売ってたとしても、まあこう携帯一つでいいや。携帯一つに対しても、この携帯はこうでみたいな、なんかその、なんていうの、商品に対しての愛じゃないけど、こう、なんかすごい、こう、ものを大事にしてるじゃないけど、こう自分のものとして、可愛い、まあ子供じゃないけど言い過ぎやけど、なんかそういう風になんかこう、してる姿を見ると、ついこう欲しくなっちゃう。自分も。買おうかなみたいな。なんかどうでもいいみたいなものやったらなんか別にいいかなみたいな感じで思っちゃうけど、だからそういうセールス系は多分結構自分は引っかかると思う。引っかかるというか、買ってしまう。どうしたの？
あ、違う、すごいいいコメント来てたと思って。あ、何まあでも、いいかな、あえて読まないでいときます。そう、でも、素敵ですよね。そういうとこも大事だと思うな。そう。あるある。買わないと申し訳ないになるか。ゆうちゃらはそういうのじゃなくてな。なんかなんかもう、欲しいって思わせるだけの何かを一つ、もう商品一つに対してこう思いをなんか伝えてきてくれて、それを自分にも分かりやすくこう噛み砕いて説明してくれて、なんかこう思わせ、自分も欲しいかも、やっぱいるかもって思わせてくれるとつい買ってしまう。で、実際家帰って使ってみると、なんか別にそんないなかったなみたいなのはある。正直ある。だからすごい、だからもう接客上手い人に捕まると、カモにされるみたいな。そう、ほんまそう。なんかブータはすごい嫌なのよ。見てたら。もう、早く行こうみたいな。なんでそんな真剣に聞いてるんってなんだよ。多分店員の経験があるからやろうな。なんかもうブータはもうすっごい腹黒いというか、その辺、もう言っちゃってんね、みたいな。そうなんや。なんか、申し訳ないけど、思ってしまうんよ。そういう経験を知ってるから。みたいな。まあそうやって言うよね、そりゃ、みたいな。でもブータはもうその、店員さんの意見よりもこの自分の見た直感を信じてるから、もうそれなんか違うでと思ったらなんかもうその店員さんの言ってることがもう全部うさんくさく聞こえてきたりとかさしちゃうわけなんですよね。まあなんかまあでも分かる。もうこんだけゆうちゃろが話聞いちゃったもんやからブータロもなんか勝ってるなっていうのこうさ何そこまでいいなと思ってないねんけどもうゆうちゃろも納得してるし店員さんもいっぱい頑張ってくれてたからもういいやと思ってこう買い物する時とかはあるな。あるな。正直。確かに。だからなんかいろいろ分かれますね。はい。っていうことでですね、もう雑誌の話すんねんっていう話なので早速します。ねえ、中身はちょっとさすがに見せないでおきますけど、質問が結構ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20何個あってんの確かこれ。13、16、17、18、19、20、21、22、23、24。24個もの質問があって、なんか印象的やった部分ある？何の話したかったんやろ？雑誌の話とか言ってみたもんね。そうね。だから早く喋ってほしかったんやけど、あとすぐ忘れるやろ。なんかあった？なんか皆さん見た人で質問とかあったら見てない人からしたら何の話っていうかね、例えばもう1個目とかやったら中学校高校の部活動はっていうことでYouTube の答え何やと思うみんな。テニス部やってんけどちなみにこんなこと言ってたっけ大会に出場してからモテるようにそうテニスに行くきっかけがそうやね。それ以来モテたくて続けるテニス部ってさ意外な答えやったなこれ。あんたモテたい時期あったんや。見た。いやそれしかなかった。むしろテニス自体は面白くなかったってこと？いやだから別に嫌いではないよ。テニス嫌いではないんやけど、別にそこまでなんか自ら率先してテニスしたいっていうのはあんまないねんけど、なんかとりあえずなんか部活入っとかなあかんみたいな、家やっぱりうちは、だからなんか運動部に入っといた方がいいみたいな。だからそれに流されて、何にしようと思った時にテニスかなぐらいな、ゴルフに通ずる部分もあるから、で入ったんやけど、中1は一切行ってないね。幽霊部員やね。全く。そうなの？そうで中2になってからなんかもう顧問が変わったんよ。先生がね。そうセクハラしたから。で顧問が変わって、でなんかこう結構こう濃いみたいな、ちゃんと来なさいみたいな、そうでその人は野球からテニスに来た人やったから、そんなパターンもあんの？そうよね。だからなんかこうもう結構面倒くさいような感じあって、でも行かんかったらなんか言われるしみたいな、いやまあしゃあない行くかみたいなでちょっとずつ行き始めて、ある日練習試合があって、それがその遠征っていうほど遠征じゃないんだけど、遠くやって、そこでモテ始めたことがきっかけで
なんだ、他の学校の人からモテるってことそれじゃあ。そうそうそう。へえ。あの人かっこいいみたいな。キャン、ゆうちゃろうだみたいな。なんかこう見られるというか。視線を感じてたんだ。そう。それあれじゃん。勘違いやったらめっちゃおもろいけどな。って思っててん、自分最初。別にそんなつもりなかったんやけど、でも結局、そうやったよ。なんでわかるのそんな。その時って時代メールやったやん。うん、メールやった。うん、メールやった。携帯の。うん。そうそうそう。だから、それを、あとこう、回してみたいな感じで。そっから、うわーって広がってって、いろんな。へえ、すごいな。連絡来たんや。他校と付き合って、感じのことをしとって、うん。中2から中3はそれやった、ずっと。あ、そうなんや。うん。やらしい。それでテニスの王子様やな、ほんまに、ある意味。いや、テニス全然の腹黒い王子様。そう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 。テニスの腹黒王子様やった。テニスは一切着眼点じゃない。そこじゃないねん。テニスじゃないねん。そうそうそう。なんかそうちらっと見えたのこの映ってる足はブー太郎という情報じゃもちろんありません。全く違う。多分参考度画像ですね、これは。こんな筋肉質じゃない。あとなんかもう一個質問来てたのが、この直筆で書いたやつがいろいろあるんですよ。直筆な直筆。で、これよく考えましたかみたいなのやったかな、確か。どうなんかよく考えたっていうよりかは思いつき、その時に思ってたこと。そんななんかめっちゃ悩んでないね。うんパッと直感派かも、二人とも、その辺は。うん。どうしようとかはなかったな。うん。でまあ、ベトナム逆に書いたのが、仲の良かった友達と陸上部を創部。短距離の選手をやっていましたって、もう選手とかでこんなもうね、綺麗に書いてくれてたけど、マジで田舎の学校で、もう4人ぐらいしかいない陸上部で、もうほんまにただ筋トレとかをして、なんか走ってるだけの部活やったんで、そんな大したことしてない。で、もう一個新聞部もちゃんと中学校時代は新聞部入ってたことがあって、その話もしたけど、陸上の方が使ってくれましたね。そう、新聞部入ってたから、豚は中学校なんか言ってたな、新聞部。でも途中でやめてんけどな。おお。あまりにも大変やって、なんか意外と、ホームページ作ったりとかさ。でもさ、あるよな。今思ったら、おった方がよかったな。パソコンももっと詳しくなれたわけやから。ああ、そう。そういうふうに思うよ。そう。まあ、だけど、もう写真撮りに行ったりするのもすごい嫌いで、なんか部活の写真とかな。そう、言ってましたね。でもパソコンがただ触りたかった仲いいの友達もそこにいたから、なんか静まったの。運動部も憧れもあったけど、なんかあんまりうちの親がそんなにお金を使いたくない系の人やってん。なんか部活を入るのにも気使ってた、そういえば。あんまりちょっとね、見てたら言いづらいけど。いるやん、結構。ユニフォームとか、なんかもう、それこそテニス部やったらラケットとか、揃えるのだけでも、なんかヒヤヒヤしてた印象があって、お兄ちゃんの時見てて。だからもうブートの下手なことせん方がいいんやと思って、じゃあもうパソコン触るのも別にお金いらんよ。まあ。学校にあるしみたいな。なんかそういう複雑な思いもあったな、今思ったら。あ、そうなんや。でもそういう意味では確かに自分は、ある意味自由やったのかな。確かに。恥ずかしがり屋でもあったからさ、なんか人前で努力するのが苦手で。今もこうね、おっぴろげになんか好きなこと喋れるようになってるからみんな不思議に思うかもしれないけど、学生時代のブートって結構消極的な方やったんよ、どっちかっていうと。あ、そう。仲いい人にはもう打ち明けるけど、こう全体を通してはいっぱい7クラスぐらいあったから、そう見た時にちょっと控えめというか、あんまりこう、控えめにできてなかったんやけどな、もうどうしても目立っちゃうようなタイプやったんで、目立つのは目立つんやけど、そうなんか運動とかでこうなんか、恥ずかしかったよな。みんなの前で筋トレするとか自信がなかったから、あんまりそういうスポーツ経験もないから、なんか失敗してるとこを誰かに見られるのが嫌みたいな、そういうトラウマで、なんかそうやったなっていう感じで、あと移住するならどこの国に住みたいってことで、ゆうちゃろうが生活の水準が日本に近いからドイツ車も好きなのでって言ってますね。ブータロはちなみにオーストラリア、治安もよく綺麗な海に囲まれて暮らしたい。海外はあんまりね、わかんない、詳しいこと。確かにな。で一番好きな食べ物が、ゆうちゃろうがブー太郎が作るホイコール。一から手作りしてくれて本格的な味です。写真が受けんねんけど。それ、ブー太郎汚いな。写真やろ、これ。でブー太郎はゆうちゃろうが作るパスタっていうね、ニンニクとトマトのバランスが最高。そう、ブー太郎は本当はしゃぶしゃぶって書こうか迷ったんですけど、ここはちょっと雑誌のこの空気を読んでそういうとこなんか変に空気読むよな。ゆうちゃろうパスタにしておきました
豚ニラやないんやって。豚ニラも好きですけど、でもなんかやっぱトマトパスタのイメージが強いんですよね、めっちゃロッテは。新聞部の時は男子生徒の短パンの中取ってたんでしょって。取ってないよ。どうやって記事にすんねんそれ。もう捕まるやんな。この生徒大問題ですよ。どうやって記事にすんねん。めっちゃおもろいけどな。そう大問題よ、それ。けんねんけど。発想が面白いよね。前髪を整髪用で立たせてたら、テニス部の先輩に後輩のくせに生意気だって言われて注意された思い出あります。かっこいいね。学生時代からワックスとかつけてたタイプだ。つけてなかった上とつけてなかったよ。あ、そうなんや。ワックス自体が知らん。でも、そっか。自分たちの世代が多分一番あれなんかな。だって2個上やろ2個上。あ、でも2個上でもつけとったね、みんな。上とはそういうの縁がなかった。あ、そうなんや。なんならだって1000円になんかすごい安い床屋さんで着らされてたからさ。美容院なんてもうリッチな人が行くものやと思ってたから。ああ、なるほどね。そう、もうなんかお父さんおじちゃんが行くようなとこで最後切ってもらったら大抵こうおかっぱやねなんか坊っちゃん狩りかよく言ってたら坊っちゃん狩りにしてくださいとか言ってなんかもうすごいなんか芋っぽい中学生だったなブー太郎。芋っぽいってそう言い方。だからその頃の写真ももうないからね。見に返してみんなで笑いたいけどさ。別にそうなんや。そうで最後に風船ガムもらうね。へえ。あとひげも剃ってもらえる、そういうとこは。あ、そうなんや。そう、そんな感じでしたかね。とカラオケの18番はゆうちゃろがサソリ座の女でブー太郎がバブルを煽ったさんのジーザスっていう謎のチョイス。この辺はまあいいとして、これ恋愛参加条とかね面白かったですよね。ゆうちゃろは1気を使わない、2押し付けない、3自由にするぽいでしょ。でブー太郎が1自分より先に死ぬな、2お姫様扱いしろ記念日は外食なんだよこの参加条って感じですよね。で一番得意な家事とかね、ゆうちゃろは洗濯やったりブー太郎は愛犬のいざとなった時の世話とか、その辺を書いたのかな。で相手に言われて一番嬉しかったこと、ゆうちゃろなんて言ったと思う？なんて言ったっけ？ずっと一緒だから素を出せる。そうだよな。いやそれについてはほんまに最悪の思い出であり最高の思い出でありっていう感じやな。認識の違いよな、ここの最悪から最高に変わったことっていうのは、ほんまにもうそれが嫌で仕方なかった最悪から年が経ってこう理解が深まることによって、あ、そういうことやったんやって理解した。もうわけ分からへんかったもん。外でなんであんなキャッキャしてんのに家帰ったらもうスッとしてさ黙ってるんやろみたいなみたいな、なんかしたかなみたいな、逆にさなんか怒らしたみたいな。それでよく喧嘩になってたね。そう、わけ分からへんと思って。ブー太郎のオンオフがすごすぎて、スイッチの。そうで本人はその自覚なしなのよ。その時会話してて、別に普通やねんけどみたいなこと言うねんけど、って普通じゃないねんけどどういうことみたいな分からへんみたいなある意味世の中マジで分からへんと思い出してなんか人間不信になるレベルでどうやって理解したらいいんやろみたいな。なんかあんまりこう人とどういう感じだったの？だから外では、今の配信よ、この配信ではキャッキャしてるやん、配信終わったらさ黙るやん、一言も喋らへんやん。それはちょっと語弊がある。なんかほんまにイメージ印象そう100変わるというか、そんな喋らへんってことはなくない？いやほんまに喋らへん。はぁーと喋ってもため息はぁとかなんかほんまなんかもう黙々となんか作業してるみたいなイメージない。ほんまに、そうだからと思って、それを理解するのに結構時間がかかっちゃったの。確かにブー太郎ってそんなに多くを語らへんかもしれへん。オフの時どうやろでも難しいな。確かにそれをそれってあんまりこう自分で意識したことがないねんけど、逆になんか気を使ってたじゃないけど、なんかこう常に一緒におるから、なんかこう相手のなんかこうモチベーションを上げるじゃないけど、こう一緒にこ
なんかした方がいいんじゃないかなみたいな。逆にそういうところで変にこうおせっかいが働いちゃっててた時代やったから、なんかこう普段からも楽しく笑顔でっていうのを押し付けてたっていうのもあったその時は。なんかそういう意味でなんかぶつかってたよな、ほんまに。なんか結構一人の時間がさ、多分好きやし多かったからこそのあれかもしれないね。なんかもう常にずっと喋っときたい人生じゃなかったからさ。なんか自分でこう自分の好きなことをしてる時間っていうのも大事にしたかったから、なんかもう喋るときはもちろん喋るけど、なんかこうずっとくっつきたいとかさ、なんかそういうのがなかったから、なんかクールに見えたような。なんか多分友達とかと遊ぶときってそれこそ毎日のことじゃないやん。こうゆうちゃろうはもうこれからずっとさ、日々一緒っていう安心感と甘えがあるから、なんか今すぐ喋らなくてもいいし、なんかもうそれよりも好きなことしたいみたいな方を優先しちゃうけど、やっぱ友達とかまあ会社の人もそうやけど、なんかなんていうの、この時間しかないよねって思っちゃうから、そこはなんか思いっきり楽しみたいみたいな。なんかどっちも素なのよ。別に明るくしてるのが嘘ついてこうなんか無理やり自分を作ってわーってやってるわけじゃなくて、なんかそれはそれで自分やね、楽しいし。だけどもう徐々にだからゆうちゃんとかも最初はだからすごいめっちゃ喋ってたと思うんだけど、こう一緒に暮らすまではなんか自分の過去についていっぱい話してお互いの信頼関係築いたりとか、なんかやっぱ安心の表れですよね、それは。でもゆうちゃんからしたら、前まであんだけペチャクチャ喋ってたのに急にそうっていう、まあ、ギャップに思ってもそれは仕方ないですよねっていう、いやで改めてそれをなんかこう感じた時に、どうやって理解したかっていうと、自分を見返したわけよその時に、自分ってどうなんやろみたいな、だからそのブー太郎にばっかりこうなんかこう変わったって言うけど、じゃあ自分はどうなんやろうと思って、自分が今やってることを何してんやろうって思った時に、ああなんかこう自分の都合でこう楽しくした方がいいよねっていうその気持ちを相手に押し付けてたんちゃうかなみたいな、でもそれって結局自分本位な考えであって、相手がそれを楽しくしたいって思わんかったら、それは価値観の共有をしたらあんまりよろしくないよね、押し付けになっちゃうよね、と思ったわけ、あんまりこうなんていうの、まあ自分本位やわな、楽しくした方がいいっていうその思いっていうのはその時々で、だからって考えた時に自分もブー太郎みたいになることもあるよなーって思って、何かに集中してる時とか、でもその時って自分はこれ集中したいから、今こうやってるっていうのを、ブー太郎は分からへんから、ブー太郎がその時楽しくしたいって思ってうわって喋りかけてきてもフェードアウトしてるというか、自分は無意識にしてるつもりはないねんその時は、でも思い返すとあなんかやってるなみたいな、あそういうことか、で初めてようやく、だからそれで理解するのにほんま2年か3年ぐらいかかったな、割とね、結構時間かかったなっていう部分かな、お互いにね、それは。まあいろいろありましたよ、もちろん。やっぱ10年間ね、やってきましたから。そう、なんかね、いろいろコメントありがとうございます。私もフォトウェディングから見てくれてるって人も結構なんか書いてくれてたりとか、なんか面白い参加条言ってる人もいた。はい、最悪もう、しょっぱなから入らをしない水道業者に騙されない。見知らぬ人のことに乗り込まない。やめてよ、うまいこと言うの。水道業者に騙されない。もうわっと、もうマジで。いくらやったら14万やった？忘れた、10何万払った。14万やった。確か14万やった。ちょっとよう払ったよな。そうよね。しかもあれ詰まった原油ブー太郎のうんこやろ、前日の、そう。あ、もうこんな取られるんやと思っちゃったよな。でなんかその時ちょうど学校行ってた時期やったから家帰ってきて、でなんか水道業者がなんかすごい音立ててやってるから「どうしたん?」とか言ったら「いやなんか多分やけどブー太郎昨日うんこいっぱい出しすぎたから詰まって」とかねそうなんみたいな、そこなんみたいな、なんか最近は調子良くないからちょっとなんか
いろいろ調べた結果、トイレを買い替えるよりはマシやと思っちゃったよ、多分。ああ、なるほどな。あんだけトイレを買い替えることを思ったら、うん十何万って安いなって思っちゃって、うん。騙されて後から聞いたら、ああ、確かに。坂にはこれやって、みたいな。もうあれは分からんよな。でもこう経験がこ確かに確かに。う、やっぱ成長につながると思ったら、ポジティブに捉えてああいうことってさ、なんか知る機会がないよな。はい。水道業者に騙された人が身近におらへん限りさ、で焦ってる人ないよな。それこそゆうちゃんもさっき言ってた、もう値段どの子より早くなってほしいもん買ってたから、もう次の業者読んで見積もりとかっていうのがもうめんどくせえ買っちゃって、うん確かにいいやこの人でって思っちゃったよな。うん。そういうこと。あとなんかね、広島の太一さんが、僕は野球してましたっていう。広島カープ最高とか。お二人は野球興味ありますか？ああ、分からへん。ごめんなさい全くないうん何人でやってるかも分からへん。7、8人ぐらいかなっていう感じ。ぐらいの知識。 9人じゃん。そうなの。野球って確か。違かったっけ？もう本当になんか、そう野球ごめんなさい。本当にね、昔ゲームとかやってましたよ。だからある程度ルール知ってるけど、球技が苦手なんで、中でも野球が一番苦手でした。もうね、ボールが苦手なんですよ、そもそも。うんそれをボールが苦手なので、そのボールの間になんか変な棒が間に挟まることによって、もうわけわからない。も細いもんな。そう、細いしさ。確かに。もうなんかでも笑われるっていうのが強いね。もうトラウマやねん、もう。笑うってもう形何もかもが気持ち悪かったりするやん、人と違うから。だからもうその振ってる姿をこう周りが見て笑うんやろうなと思ったら余計なんかもうどんどん変な形になるっていうの。ゴルフも大変やってやったらもう笑われて笑われてもうどんだけこう今頑張って今の形までしたか、もう本当にね、人に笑われるっていうことがトラウマなんですよ、ブー太郎は。あ、そうなんや。そうでそれを笑って頑張ってごまかすねんけど、やっぱ根っからは傷ついてるからさ、ほんまは A 型やし。そう。なんか宮城 A 型関係あった今の。 A 型繊細やからあ、そうだね。まあ、こんな感じで。あとね、中学校のやつ、実家にはないんですかってあるんですけど、僕はね、その実家からちょっといろいろあったので、その実家から移動させてるんですよ。だからその場所の方が多分もう捨ててるので、絶対処分されてるから。そう、だからないですね、もう学生時代の思い出は。けど親に言われました。次行きましょう。一番好きな映画は、じゃあ、ブー太郎、もういいか。一番好きな映画は、天使にラブソングを。うん。これは何回も見たくなる。ブー太郎はトイ・ストーリー。あれば。あ、いる？そうそう。いらないです。ありがとうございます。天使にラブソングを持つゆうちゃろって結構さ、自分の好きなものを見せたい願望がいまだにあんねやんか。ある。昔よりはだいぶ抑えてるのも分かってんねんけど、もうとりあえず自分が見たお気に入りのものを共有したいんだ共よ。有したい。共有したい。いっぱい見たよな、うん今まで。そう。その中でもこの天使にラブソングを何回も見てるって言ってて、でブータロも実際好きやった。あ、そうなんや。あの映画。面白かった。最初めっちゃ嫌やったよ。みんな。なんか昔さ、金曜ロードショーかなああ、んかでうん。もうよく出てたよ。あったな。で、ブータロもあんまりその海外系のうん。ドラマ、映画に昔から興味がなくって、なんでかっていうと、その英語がまず分からへん。あ、字幕で見たんでしょ。吹き替えやとしてもなんかちょっと違和感を感じる。なんか自分となんか見た目が遠いし、なんか世界観もちょっとこうファンタジーも多かったりするやん。なんかあんまりこう親近感が湧かなくて、なんか自然と遠ざけてたんですよ。面白いのはわかんないけど。だからもうアニメとかが好きやったし、どっちかっていうと、そのジブリとかさ、わかりやすいやつ。だからもうその天使ラブソングを来週ですみたいなあっても全然なんか、うわ、もう絶対見えひんとか思ってて。でも結構見んねん。なんかまたやるんこれみたいな。またこのロードショー、こう天使ラブソング、なんかすごいインパクトあるやん。なんかすごいちょっとこう大きい体の黒人の人がさ、こうシスターの格好してこう歌ってたりするからすごい印象には残ってんねんけど、見ようとしたことはなくってずっと遠ざけとってんけど、大人になってゆうちろは急にこれ好きやねんとか言い出すからこれ好きなんだってあんまり出会ったことがなかったよ。ブータンの周りに天使ラブソングを好きっていう人がどっちかというと年配の人が見るやつなんじゃないのっていう印象が勝手にあって、まさかと思って。でもなんかもういや絶対面白くないやんとかって言いながら見たらめっちゃ面白かったっていう。そうそうそう。大人になってみるとまた理解がちゃんとできるからまたより一層面白くなるというか。やっぱ固定概念ってあるなと思って。まあそれはな、その時の色眼鏡で見るからな。いっぱいゆうちゃんさんには
いい影響も悪い影響も受けて受けてますね。はい。ほんまで、豚はトイストーリー。もうこれ大好きやってん。もう豚ってお兄ちゃんやねんけど、二人兄弟やねんけど、もうずっとベッドの周りにはぬいぐるみがもう大量におんねん。自分のお気に入りが。もうドラフト。1位、もうポピっていうさ、アザラシの名前がおんねんけど。でお兄ちゃんはゴマちゃん。アザラシのゴマちゃん。で、お兄ちゃんのアザラシはちょっとこうスマート、少年足部とかにできそうな。あ、違うわ。普通のスマートな。アザラシが、上沢ハウスでほんが小太りの。アザラシのぬいぐるみで、それが一番お気に入りで、もう一回2軍、3軍、4軍みたいな感じで、いろんなお気に入りをさ、ベッドの周りに置いては、夜な夜なお母さんとお父さんに寝なさいって言われるやん。で、豆球電気でいつも寝ててんけど、こそこそ喋り出すね。起きてるとか言って。誰に？お兄ちゃんに。で、向こうもたまに起きてるみたいな。遊ぼっかとか言って。ぬいぐるみごっこが始まんねん。そうなんや。でこうぬいぐるみの声とかもやんねんな自分で。いろんなごっこしたらなんか戦争ごっことか芸能界ごっことかなんかすごい芸能界ごっこっていうのはなんかグループ歌詞を作るね。自分の好きなぬいぐるみ何名かをこうチーム編成して、でちょっと M ステとかこう憧れがあるからさ、なんか M ステから登場です。グループ名も決めんねやんか。なんかもう忘れたけど、スタンドアローンとかいうグループ名にするとしたら、今日のゲストはスタンドアローンさんですって言ったら、ちゃんとぬいぐるみを自分たちでこう動かして、登場とかってさ、階段から降りてる。もう人形遊び。で、なんかそういう歌とかも作ってみたりして、なんか夜な夜な遊んだったら、たまにこう、いっちゃんとかが、こらーとか言って、まだ起きてんのみたいな。もう聞こえてんだよみたいな。早く寝なさいみたいな。それをなんか、忍びでずっと遊んでるっていう思い出が懐かしいんですけど。で、まあそんなことをしてたらさ、トイ・ストーリーっていう映画が始まって、ぬいぐるみがほんまに生きてますみたいな。裏で人間が見たい時に。もう夢でしかないな。もう豚たちはさ、ぬいぐるみにもう愛着でしかないから、ほんまに生きてて欲しかったわけ。そしたらそんなストーリーの映画があるのみたいな。ってことはうちのぬいぐるみも実は夜起きてるかもしれんっていう夢を与えてくれたわけ。で、もうそれが嬉しすぎて、もうずっとトイ・ストーリーを見て、浸るっていう。いや自分そこら辺はなんかちっちゃいながらにバカにしてたというかなんかそうだ、人形が喋るわけないやんっていうなんかすごい冷めた目で見てた。おこちゃましたのはあんまりこうなんか共感ができなかったな。なんか物として楽しめるっていう楽しめる存在にはなかったトイ・ストーリーは。ああ、そうなんや。作品として楽しめるものではなかった。なんで？なんかみたいな。逆に言えばなんかそういうストーリーで感動させられるドラえもんとかもあったやん。とかジブリか、ああいうのはストーリーでなんかこう感動するっていうのが良くて見てはしたけど、なんかトイ・ストーリーとかそういうああいうなんていうの何だっけ総称ディズニーディズニーやったっけ？なんか違うような気がするんだけど。ディズニーじゃない？ディズニーやったっけ？トイ・ストーリーとかって。なんかもう一個言い方ある。あるやろ。多分そっちやろ。ディズニーではないよな。ディズニー系列。絶対。何やったっけ？なんかあるな。別の言い方。そう。マーベルみたいな。そう。何やったっけな。ピクサー。ピクサー。あっち系はあんまり使わんかった。いまだにあんまり見たら面白いななんねんけどまた見たいとはならへん。どっちかっていうと多分そっちの人間味の溢れた方のやつを見てた。多分あれかな、渡る世間をちっちゃい時から見てたから余計にそうかなかもしれない。それもおかしいな話よな。ある意味混ぜてたんでしょうね。とは相手のここが好きっていうところもあって、ゆうちゃろうがブータに対しては考え事中の純粋無垢無垢な表情。僕は妖精おじさんって呼んでますよって。これ妖精おじさんっぽい写真じゃないんだこれ決して。これ使ってもらったやつ自分で撮ったやつやろ。妖精おじさんの写真が誰かわからへんくて。
無理やり取ったって。で、ブー太郎がゆうちゃろうに思うのは、ゆうちゃろうの唇はぷっくりしていて特徴的。色気もあって好きなんです。ヒアルロン酸が入ったな。唇って。唇ですよ、やっぱゆうちゃろうといえば。唇お化けと言っていい、もう過言じゃないぐらい。こんな感じですかね。で、一番の恋愛必勝法、これ、ゆうちゃろうが強引。こっちに気が向けば勝ちやて。怖っ。恋愛は押している時が一番楽しいやて。マジで怖くないな、あんた。なんか、そこはそうやん。闘争心が出ちゃうな。変に。出えへん。駆け引きとか嫌いやね。駆け引きしてくるような子がおってんけど、それに自分引っかかったことがあるから。あるんや。あるある。だから嫌いやねん。どういうこと？どういう駆け引きされたんそれ？だから、なんていうの、自分って結構、こう、もう一直線やからさ、例えば話ができひん、これ実際の話になっちゃうねんけど、こう、学生の時とかさ、携帯やから、まあその時代メールなわけよ。で、こう、寝る時にお休みとかって終わらせないわけ。その一日、例えばその一日、二日、三日ってこう、時間があるわけやんか。で、その日のうちにこう喋りたいことを全部喋り尽くしたい。で、寝落ちするまで、こう、ずっと喋ったり、電話したりしたいっていう、もうずっとそれで来てたわけ。だから相手から返事が来えへんくなったら、あ、寝たな、みたいな。で、まあ向こう止まりやからさ。だから次の日になったら、なんかこう、また返してくれるっていうのが、こう定番じゃないけど、こう、ずっとこう長く一緒に入れるじゃない、一緒にこうずっとメールを続けれる言い訳っていうか、なわけやん。ずっとこう一緒に。やけど、その日、お休みとかで終わらせちゃうと、じゃあ次、次じゃあ、次の日、メールしたいと思っても、どうやって送ったらいいか分からへんくなっちゃうわけよ。だから、そういうことされたわけ。自分は。どういうこと？お休みで切られたよ。それ駆け引きな。じゃあ、分からへん。で、じゃあ、ほんで、自分、あ、終わっちゃったと思って。終わるでしょうね。で、しかも、その子は向こうから聞いてきたよ。何を？アドレスを。で、その時自分誰かも分からへんかったよ。それはどうなの？入りたてやったから。まだ。で、誰と喋ってるかずっと分からんままメールしたってこと？最初。そう。誰やろと思いながら。聞きもせえへんの？聞きもせえへん。怖いんだけど。自分に興味持ってくれてるっていうことは分かるわけやんか。その印象だけは分かるやん。誰やろみたいな。で、思いながらずっとメールしとってんけど、だからその、まあ一日終わるやんか。お休みで、あ、終わったみたいな。なんやみたいな感じで思って、次の日、学校行って。待って、そのさ、終わった時点でも誰か分かってない？分かってない。あんたが駆け引きしてる。誰かも分かってないさ、行為なんてあるわけない人にさ、こう、駆け引きしてるのはあんたやん。そうなん？だってさ、分かっててやってるのは分かるよ。あ、この人のこと知りたいなみたいな。ただ好かれてる人に対してなんかゲームみたいな感覚でさ、なんかちょっとこうさ、ゲームというか、なんか、あ、好意持ってくれてんねや、みたいな。で、次の日がこうやったから見よう、みたいな顔を見て、あ、この子なんや、と思って。で、まあでもその日さ、自分からメールを送るっていうのもすごい億劫やったわけ。なんかどうやって送っていいか分からない。前日もお休みで終わっちゃってるし。なんでそれって送りたい？まず、そもそも誰か分からへん。じゃあ、もうまずそこが意味分からないんだけど。好きやったら分かんない、今の話を。この相手の好きな人やから、次何送ろうってなってんのは分かんねんけど。まあいいわ、ごめんなさい、話終わったね。どうぞ。そう。で、次の日に、自分から送ることができひんから、うわ、どうしよう、みたいな思ってたら来たわけ。なんだろう、あ、メール来た。っていう、なんかそれがずっとこう続いてたわけ。お休みで終わるパターンなんや、みたいな。ああ、毎回ね。そう。それをすごい駆け引きだと自分は思ってて。なんかさ、お休みで終わって次の日もまたさ、メール送るってさ、もう私はあなたのこと好きですって言ってるようなもんじゃない？はい？
なんてもう一回言って。だから、お休みで毎回その日は終わるのに、次の日もまたメールを送るってさ、好きですってなんか言ってるようなもんじゃん。ゆうちゃろうがってこと？そう。でも、寝落ちして、次の日に、ごめん、昨日寝落ちしてたわ、で、入ると、なんかまた友達としての、なんていうの保証がある。いや、別に微妙やな。ない微妙やな。そうな。逆に言うとな。でも、向こうはそう思うかもね。絶対気はあるなって。せやろ？それは思うわ。それあるのってさ、お休みで終わるパターンいや、でもどっちでもあると思う。だってお休みで終わらなくても、また今日もずっと続いてる、私に声持ってくれてるんやともなるし。それはさ、日数が経って分かっていく、徐々に分かっていくパターンやんか。その、寝落ちパターンは。やけど、お休みでパターンってさ、もう次の日から分かるわけやん。またメール来るとそれも日数じゃない？だってもう日数が続けば続くほど、またこいつメールしてきやがってみたいな。そうだ。駆け引きではない。駆け引きではないんや。だけど、まあ、ある意味、あんたからしたらそう思うかもしれへんな。そうよね。毎回寝るって嫌から。そう。どうせやりとりするんやから寝るとか言わんかったらいいのに。そう。何をそんな小賢しいことやってんだよ、みたいな感じになっちゃうわけよ、自分は。ちょっと被害妄想じゃないけど、なんか激しい気がしますが。そうなんや。なんかそういう駆け引きやなと思って、それ。で、それで終わり？だから、自分はそういう駆け引きとか好きじゃなくて、もう強引に、もうなんか一直線に、もうなんかなんかもう終わらせることはしないってことね。そう。会話が切れないように、ずっと一直線に連絡を取っとくみたいな、そういうことか。はい。どっちも取ってるんやけど、また形が違うからね。一回終わらすのを挟むか挟まないかって、やっぱりちょっと変わってくるのはわかるから。そう。でも、ある意味そっちの方が強引なのかな。どういうこと？お休みで終わるパターンの方が。強引ではなくない？だって終わらせてしまってるから。でもさ、逃げでもできるやん、自分の場合って。友達としての保険もあるし、好きって相手に分からせるような、なんかこう、保険もあるし、だからどっちもさ、こう、どっちつかずじゃない？あんたの方が分かりやすいよ。ほんまに？もう寝るってことは、終わらせたいんかなっても思ってしまうわけやん。やっぱそう？そう感じる？そう。あんまり、なんかもう、いや、もうでも、次の日も、そうやな。よかった。じゃあ、そういうことよ。どういうことか分からへんけど。強引ってこと？なんか繋がってない気がするんやけど。そうなんや。はい、なるほどね。自分は自分全力投球ですね。我慢して相手に合わせるより自分がやりたいように恋愛すること。それからもう取り繕ってもう無駄ってこと。大体やっぱ好きな人にはよく見られたいとかさ、から始まるやん。ちょっとでもこう理想に近い自分の理想。結局はそうやって自分の理想。相手はどう思うか分からへんのに。だけど自分はこう見られたいっていうなんか謎のなんかこう空間を自分で作り出しちゃっても、もう結局自分も首を絞めるだけやん、後から。ブー太郎なんか特に素が素やからさ、すぐ出したやろ、ブー太郎。だからもう無理にもうずっと作ろうんじゃなくって、もう嫌なことは嫌って言うし、もう好きやったら好きとかって言うし、みたいな。いやでもそうでもない時もあるな。ブー太郎素直じゃない時もあるからな。また駆け引きやな。駆け引きはしたことないで、ブー太郎は。駆け引きなような気はする。例えばなんか駆け引きはしたことないと思うけど。素直じゃないからこその駆け引きって思ってしまうからな。自分は割とこうストレートにドーンっていっちゃうからさ、なんか、でも変化球で来るやん。たまに。変化球の例が分からへんけど。こたつで隠れとったりとかさ。それはだって別に変化球じゃなくない？どっちかというと直球じゃない？そうか違うそうか。直球ではないやろ。直球だよ。絶対直球はおるって言うやん。そっか。変化球やろ、あれ。でも分からへんな。なんか全力投球してるつもりやけど、なんだかんだ気使ってんな。全力投球で相手を喜ばせようとするんやけど、その分落胆もさせるよなっていう。だからその天国から地獄みたいなんやけど、その差がすごいよな。確かに。そういう意味では計算高いんちゃうかなと思う。なるほどね。いっちゃんがつまずいたらしい。また。いっちゃん怪我したの？段差に大丈夫。だけど、よくつまずいてこけてはるので、ちょっと気をつけて。多分足が上がってないんやと思う。すいません、ご心配おかけして。あとはセクシャルマイノリティであると自覚した年齢は、ミューチャルは高校時代。男性の困った顔を可愛い
男もいけると気づいたっていうちょっと独特な性癖が出てしまってますけどね。そうやな。で、ブー太郎は小学4年生の時、男性が好きなのかもと気づき始めました。まあ、これは、ブー太郎はサッカー少年 K 君っていう動画がね、このチャンネルのどっかで一人語りしてるやつ、上がってるんで、それ見てもらったらその話詳しくしてるんで、まあ、ゆうちゃろうさんは、もうどっかでしてるやろ。知ってるっけ？なんかどっかのバイセクシャリティ質問してみたいな時にやってんのかな、なんか話したよな、一回。多分。またね、そちら。これさ、今、鏡じゃない？ This for her coffee click. I keep dragging her so she bold a bit. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. こっちで電話してくるわ。充電してんねんな、これ今。うん。どうやってこれ電源使えんの？充電してるこれ。ああ、できてなかったかな。多分。ああ、できてなかったわ。ごめんごめん。絶対そうやと思った。それどこに繋がって何もせやろこれで充電せやろこういうとこ抜けてるよな。うん。いいえ、とりあえず電話してきたら。いや、電話したのよ。電話してできひんねんて。そっかそっか。だから言ってんねんか。ちょっと、いいよ、いいよ。電話、ロック外して、電話してきてや。ちょっと待って。ロック外さへんねんて。ちょっと待って、ブー太郎無理やから、ちょっと待ってね。これとりあえず充電しなあかんから、とりあえず。てか今出ればよかったのに。だって出たら切れるよ。切れへん切れへん。あ、うん、切れへんか。でも電話の内容が出ちゃうんだ。聞こえてた？今電話流れてたんて。聞こえてるんか？洋楽、いや、ごめんなさい。なんか聞こえてるわ。まあちょっと待ちましょう。うん。充電終わるまで。多分明日のあれやろうな。そう、明日ゴルフなんですよ、私たち、また。ね。なので、多分それの明日の電話だと思うので、こんな感じかな。ていうかもう、どうする？なんなら終わる？電話したいんじゃん。何時今？いや別に。まだ11時。11時よ。あ、LINE 来たな。いい。また寝てる電話すると思われてるのかな。多分。いけますか？大丈夫ですかね。はい。どう？みんなこれさ、雑誌の内容全部気になる？どこまで言ったっけ？あと一番好きな音楽が、ゆうちゃろさん、ローリンね。ローリ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 やろ。ブー太郎はスピード、オールマイトゥーラブにしました。もうね、一番好きな音楽、正味これ難しかった。確かに。それはそう。いっぱいあるから好きな曲。でも、なんか、ずーっと、この今、何歳だっけ自分。今33か。33?33 やな。33の年になっても、なんか初めて音楽を知った時から聴いてるのは、その音楽。 This for her coffee click. I keep dragging her so she bold a bit. And I で、出たらさ、もういい。最後消えたら終わります。はい。そのまま。じゃあ、出るわ。あかんねん、多分。この状態で電話しろってマジカオスやねんけど。